好きなサイズで作れるクリアポケットポーチの作り方です。フラットポーチで内側に透明なポケットがついています。お薬などを入れても見やすいです。12センチファスナーサイズなら防災用のお薬ポーチにもおすすめです。こちらは20センチファスナーサイズでお薬手帳や医療書、診察券も入ります。持ちなしでスリムなのでバッグの中でもかさばらずにすっきり使えます。今回はこちらの20センチファスナーサイズを作ります。サイズが違っても作り方は同じです。好きなサイズで作る計算式は最後に紹介します。材料はこちらです。表布2枚と裏布2枚、クリアシートが2枚と20センチファスナーです。こちらのクリアシートは今回ダイソーのクリアケースを切って使いました。文房具売り場で売っています。柔らかくて切りやすいものを使うと普通ミシンでも縫えます。裏布にクリアシートをつけます。両端は2センチ開けて、下は 2.5 センチか3センチ開けます。今回は3センチ開けてポケットを縫い付けます。小さいポーチの場合は 2.5 センチの方が良いです。穴が開いてしまうのでクリップで留めます。留めるときはこのように角を折って留めます。周りをまず縫います。端から5ミリのところを縫います。今回はシリコン材は使わずに薄い紙を一緒に縫います。紙を使うときはクリアシートの端に合わせて一緒に縫います。破ってまた端を当てて縫います。このようにポケットができました。もう1枚も同じように縫います。仕切りを入れたいときは仕切りを入れます。今回は真ん中に1つ入れます。こちらはそのままにしておきます。真ん中の印をつけて縦に縫います。端に印をつけると分かりやすくて良いです。真ん中を縫う時も真ん中の線に合わせて半分だけミシンをかませる感じにすると縫えます。ポケットにクリアシートをつけたら、あとは普通のフラットポーチと同じ作り方です。表布にファスナーを合わせます。裏を上にして端を合わせて真ん中を留めます。さっき作ったポケットのある方を内側にして上下もちゃんと確認します。3枚とも端に合わせて留めます。5ミリの縫い代で縫います。今回は薄手の生地を使ったので、表布の裏に接着芯を貼っています。接着芯を貼った方が縫いやすいのでおすすめです。
ファスナーの端を折った方が綺麗なので、こちらが表面なので裏側に折ります。折って押さえて、表布も合わせて端まで縫います。開くとこのように綺麗に折れてます。開いて縫い代は表側に倒して端にミシンをかけます。もう一枚の表布にもつけます。ファスナーを裏返して裏面が上になるようにします。同じように端を揃えて真ん中を留めます。ポケットの向きを確認して裏返します。表同士が合うように合わせます。こちらも5ミリの縫い代で縫います。ファスナーの端は折ります。ミシンの近くまで持ってって裏側にこちらも折って押さえます。表布を戻してミシンで押さえて縫います。こちらも表側にミシンをかけます。縫い代は表側に倒してこの表側のミシンは絶対かけなくてはいけないというものではないので省いても大丈夫です。出来上がった時にピシッと締まって見えるのでいつも端にミシンをかけています。ファスナーは少し内側まで開けておいて表同士裏同士を合わせて留めます。そこに10センチの返し口を作ります。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。好きなサイズで作る時の返し口はいつもつけてる返し口より2センチぐらい広めにします。裏にクリアシートがあるので大きめにします。ファスナーのところは通しにくいので手回しでミシンを送っても良いです。角のところをカットします。このままでも良いですが、切り揃える程度にカットしておくと出来
来上がりがすっきりします。ファスナーのところは置いておきます。返し口から表に返します。角のところは最初に手を入れて、できるだけ角を出してから角出しなどできれいに出します。一度きれいに開いて、表側だけアイロンを当てておきます。シートがあるので後では当てにくいので、ここできれいに一度当てておきます。裏布を内側に入れたら出来上がりです。クリアシートに当たらないように入り口だけアイロンを当てておくときれいに仕上がります。好きなサイズで作る時の計算式はこちらです。横のサイズは出来上がりの横足す2センチ。縦は出来上がり足す1センチを目安にします。表2枚、裏2枚を切り取ります。クリアシートは横が出来上がりの横マイナス2センチ。縦の長さは出来上がりの縦の長さ割る2プラス1センチぐらいにします。これは好みで大丈夫です。ポケットの付け位置は下から 2.5 から3センチ開けて付けます。12センチファスナーサイズの材料はこちらです。ポケットは下から 2.5 センチ開けて付けます。返し口は7センチにしました。